こんにちは、小説家の深澤牛尾です。私の小説ができるまでの流れをお話ししてみようと思います。桃の花は散ってもという小説ができるまでをお話しします。これまず朝日新聞出版という出版社の担当の編集さんから連載をやりませんかと言われて、その連載をやるにあたって誰かの評伝っていうんですけれども、実際にいた人物のお話を書いてみませんかって言っていただいたんですね。でそれでまずどんな人のを取り上げるかっていうことを考えました。それで3人ほど候補がいて、で1人は韓国の最終島というところで絵を描いていたイ・ジョンソプさんという画家さんがいて、で奥様が今日本人で、戦前日韓で別れてしまって手紙のやり取りをしたりしていたんですけど、その夫婦の愛情物語がとても素敵だったので、その方を書く、それ第一候補でした。で2人目の候補は蔡尚輝さんという方で、朝鮮時代ですね、舞踊の、モダンバレエをやっていらして、川端康成なんかが非常に好んでいた踊り手の方がいたんですね。で最終的には北朝鮮に行って行方が分からなくなってしまった方なんですけれども、その女性、それから3人目が朝鮮王朝の最後の皇太子のイ・ウンさんという方がいて、でその方とご結婚された日本の皇族の梨本宮正子さんと、それからその、周りの人たちっていう感じで、書いていくかなっていうことを、3つの候補がありまして、で調べていったんですね。で梨本宮正子さんは、リー家に嫁いでリー正子さんとなっていたんですけれども、昔韓国に旅行に行ってキョンボックンというソウルの中心地にある王宮に行った時に、そのガイドさんがリー正子さんの話を知って、私は初めて15年20年ぐらい前かな、リー正子さんのことを知ったんですね。でリー正子さんのことを知らなかったので、とても興味があって調べたら、なんとその昭和天皇のお妃候補でもあった方だったんで、私の中ではその方の話が一番書いてみたいなと思ったんですね。で、3人のことを調べていった時に、やっぱり資料がたくさんあって、それから私自身がやっぱり日韓の狭間で自分が悩んだりしてたっていうこともあったので、なんか雅子さんの気持ちにも共感しやすいから書きやすいかなということで雅子さんを選びました。で蔡尚輝さんという方についてはもうすでに書いてらっしゃる方がいて、素敵な小説があったので、それも自然に却下っていうことになって、でイ・ジョンソプさんに関してはなんか最終島に行って取材をしようかなとまでは思ったんですけれども、リー正子さんの方を選んだので、そのままいつか、その方のことも書けたらいいなと思いつつ、そういう感じで連載が始まりました。でその連載もなんか日韓に関わる感じの人を書くっていうことの依頼であったので、その評伝もその3人から選んだわけですけれども、このリー正子さんのことを選んだらまず取材を始めます。でこの取材を始めたのが今からもう 7,8 年前にもうちょっと前になるのかな、もう始めて韓国に行ってリー正子さんのお世話をしてた方、それから日本でもリー正子さんと親交のある方を訪ねてお話を聞いたり、資料をいっぱい貸していただきました。そしてまずそういう取材をして、でなんとなく人間がぼんやりですけど分かってきた時点で全体のプロットっていうのを書き始めたんですね。でそれはもう変わることもあるんですけれども、でもまず何を私がしたかっていうと、これその時の取材ノートなんですけど、まず年表を書いたんですね。で生まれてどういう生活をして現実に実際にいた方なんで、このノートに年表を詳しく書いていって、で次のページにもっと詳しくいろいろ書いていくんですけれども、年表を書きました。
でこれ書きながらねまた追加したりいろんなことをしていくんですけど、最初粗く年表を書いていくことから始めて、それでキャラクターを肉付けするのにいろんな取材で聞いたことを書きながら、その人の履歴書みたいのを作って細かく書き込んでいきました。そして周りの登場人物を誰を出そうかっていうことで、その登場人物の人も一人ずつ履歴書を書いていって、で年表の中にこの人がここに出てくるっていうのを大きな模造紙みたいに、これは小さなノートですけど書く前に大きな模造紙というか結構大きいの書いていろいろ書き込んでいって壁に貼って考えていくんですね。取材しながらなんで1年以上かかりますね、その場合は。でも私はこの小説はかなり時間をかけて作った方なので、実際他の小説はそこまで時間かけてるかっていうとそうでもないんですけど、やっぱり実在した人物であるということと資料がたくさんあるということで、やっぱり現実に起きたことっていうのは変えようがないので、全て想像で書くものにとかモデルがあっても割と話を変えても大丈夫な完全なるフィクションと違ってやっぱすごく気を使って書いたんですね。ただ普段の小説を書く場合でも私は一番最初にそのキャラクターだったり物語の時系列を最初にまず考えて書くんですね。でそれはこの小説に限らず必ず時系列表を書きます。それからだいたいこの辺を第1章にして第2章にしてっていう章立てを考えて構成を考えるんですね。でそれとは別にキャラクターを肉付けしていくっていうことをした後に人間関係表、よくドラマでこの人とこの人が関係がこうでみたいな表があるじゃないですか。それを作ります。そして今回の場合は家系図とかいろいろあったので、こういうのをノートに貼ってって補足していくんですけど、で大体全体ができてから第1話はこういう感じ、第2話はこういう感じっていう風にやっていくんですね。でこの小説に関しては第1話書いてからこの李雅子さんだけを書くんじゃなくて、その人間も書いていくんですけど、この時代も描いていきたかったんですよ。100年前の時代ですると、この上流階級の特権階級の人たちの話だけを書いてると社会全体が見えないかなと思って、普通の女性で韓国の人に嫁いだ、当時日本の植民地時代って朝鮮人と日本人の結婚をとても奨励していたので、その日本人と朝鮮人で結婚したカップルをもう一つ出しました。でその人ももう一人の主人公にしたんですね。でそういうことで社会全体が見えるというか、その時代が見えるっていう風に一章書いた時点でもう一人出すことに決めたっていうことがあります。こういう風に書いてって変わっていくっていうこともあります。そしてその1話2話っていう風に細かく書きながらプロットとか、あと細かく一章ごとの時系列、それからキャラクターっていうのを書き足していきながら小説をどんどん書いていってる感じです。そしてできたのがこの「すももの花は散っても」っていう小説なんですね。なんでそんな感じで小説が出来上がっていきます。連載したのが4年半連載したので、3ヶ月に1回の雑誌に連載していたので連載期間が結構長かったんですね。それで本になるまでは7年かかりました。だから取材始めてから10年ぐらいだと思うんですけれども、だから私の中では結構長くかかってるんですが、やっぱり一冊の小説が出てくるまでにやっぱり3年以上はかかりますね。取材と構想から始まって、で担当さんと打ち合わせからすると4、5年かかってるっていうことは結構多いです。並列でやってることもあります。でこれ書いてる時も並列でやっていたんできつくて、並列は今はやめようと思ってあまり受けないように1個ずつにしています。やっぱりねやっつけになっちゃうことが多いんですよね、連載を並列してると。私はね、でもそれをできないとプロじゃないという言い方もできるんですけれども、今は12年経ってやっぱり同時進行しない方がクオリティの高いものができるのかなというふうに思って、割と1個に集中して待っていただいている感じで小説を書いています。1月24日、集英社インターナショナルさんから狭間の私というエッセイ集を出しました。
ぜひ読んでいただければ嬉しいです。よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。高評価の方もよろしくお願いします。